こんにちは。ゆきのすけ工房のゆきです。今日は海外の英語の編みぐるみを編むにあたっての基本的なコツというか、流れと英文パターンの編み方をまとめたいと思います。前回海外のフリーパターンを紹介したのですが、やはり英語のパターンだと少し抵抗がある方もいらっしゃるのかなと思ったので、こういった動画を作りたいと思います。今回はこちらのパターンを使って説明していきたいと思います。目数などの詳細な編み方はこの動画では説明しませんので、ぜひこちらのインスタグラムの方にアクセスしてみて、実際に自分でこちらのパターンを見ながら編んでみてください。こちらは無料のパターンになっています。それではやっていきたいと思います。まず1枚目ですね。こちらはパターンを編むにあたって注意書きが書いてあることが多いです。このパターンの場合は円でぐるぐる編むよって書いてあったり、ステッチマーカーを使ってくださいっていうことが書いてあります。だいたい他のパターンでも同じようなことが書いてあります。あとはあれですね、このパターンの使い方について書かれてあります。まあ無断で転載しないでくださいなどですね。結構海外のパターンは完成物を販売してもいいですよっていうことが書いてあったりもします。次の2枚目のページを見ると略語の説明が書かれています。だいたい英語のパターンは略語が使われていまして、パターンの最初の方に何の略なのかが書いてあります。詳しくは出てきた時に説明しようかなと思います。デマテリアルというところに材料について書いてあります。今回使用する糸であったり、刺し目の大きさ、かぎ針の号数などが書かれています。編みぐるみなので、ウェアとは違って多少のサイズの違いがあっても問題ないと思うので、基本的には自分で編みたい毛糸と、それに合ったかぎ針、お好きなサイズの刺し目を用意すればいいのかなと思います。その次のページから編み方になりますね。ボディと書いてあるので、胴体から編んでいくものと思われます。あ、すいません。一点言い忘れましたが、毛糸は好きな糸でいいと思うんですけど、2色以上使う場合は、どの色がカラー A で、どの色がカラー B なのかを見ておいてください。今回はホワイトがカラー A、茶色がカラー B と書いてあるので、そこだけ覚えておきます。では胴体から編んでいこうかなと思います。カラー A からと書いてあるので、まずは白色の糸を使ってください。例えば1段目ですとほとんど略語で英文にはなってないのですが、このように書いてありますね。編みぐるみのスタートはだいたいいつもこの書き方が多いかなと思います。6個のシングルクロッシェ、つまり細編み6目のマジックリングで編んでくださいということなので、作り目で6目細編みを編むという意味になります。ではやっていきたいと思います。今回使用するのはリバイバルニットさんで、以前購入していた浜中のピッコロと余っていたソックヤーンを使いたいと思います。マジックリングで輪の作りをしたいと思います。
ちなみにこの R1 っていうのはラウンド1の略で1段目という意味になりますね。1段目はだいたい6目だったり8目だったりしますが、それはパターンに書いてある数字を見ればわかると思います。前回の動画でもお話ししたんですけど、海外のパターンは引き抜いて立ち上がりということをしないので、これでこの状態で1段目は完了となります。次の段の説明を見てみると INC がかける何回という風に書いてあると思います。これはインクリーズの略なので増詞目を何回繰り返すという風に書かれています。では書いてある通りにやっていきたいと思います。立ち上がりはまずにマーカーがついているところにいきなり編み入れていきます。はい、このように立ち上がりがないので何段目の始まりがどこなのかよくわからなくなってしまうので、段数マーカーは必須アイテムだと思います。では2段目いきます。こんな感じになりました。3段目から5段目については今まで説明した内容を使えば編めると思います。数式と同じ感覚です。カッコに書いてあることかける何回という書き方になっているので、例えばに2セカンドし INC 何回ということであれば2回コマ編みをして1回増詞目をする、この塊を何回繰り返すといった意味になります。では5段目まで編んでいきたいと思います。はい、編んできました。続いてなんですけど、これは増減なしでぐるぐる編むっていう場合のよくある書き方になります。ラウンド何から何まで何回コマ編みをぐるぐる編みます。かっこ何段編みますっていうことですね。ではこの指示の通りに編んでいきたいと思います。はい、できました。次の段からまた指示が入っています。この通りに編んでいきたいと思いますが、まずは指定回数コマ編みを編んでいきます。結び目が出てしまいました。ちょっと細編みしてきます。はい、最後の細編みの糸を引き抜く手前まで来ました。と、ここでパターンを見るとカラー B に糸を変えるという風に書いてありますね。糸の変え方が指定されてますね。いつもはここで引き抜くときに糸を変えちゃうんですけど、パターン通りにやってみたいと思います。最後の細編みは編み切っちゃってマジックノットを作ってからそれをかけるって感じで、ここで BOB という単語が出てきます。これがバブルステッチの略で、日本語で言うと玉編みになりますね。ちょっとこの糸がいの方法を私もやったことがないので自信がないんですがやってみたいと思います。次の
目に玉編みになるので、全部で5個ループと書いてるので、これでいいのかな。ちょっとやってみますね。3回長編みの編みかけを作ったら、白い糸で引き抜くと、これは口なんだ。どうやら口のようですね。ちょっと言われた通りにやってみますか。茶色の糸はもういらないと思うので切っちゃいたいと思います。で、残りは細編みのようですね。これでいいのかな。何回編めました。じゃあ一周編んできます。はい、また一周。増減なしで編めと書いてあるので、編んでいきたいと思います。何か書いてありますね。ここが白くなるように糸替えをしながら玉編みを編むことで、このお化けをかぶってる感、くまさんがお化けをかぶってるコスプレ感を出すため、こうやって糸を変えるみたいなことが書いてあります。はい、では一周編んできます。次の段でまた玉編みが出てきてますね。何回長編みの玉編みかはループの数から推測するしかありません。まずは指示通りに細編みを編みたいと思います。でまたバブルステッチです。最終的なループの数が書いてありますよね。そうなるように長編みの編みかけを作っていきたいと思います。今回は6ループと書いてあるので、こんな感じですね。長編みの編みかけを5回編みました。あとは指示通り編んでいきます。
動画が撮れていなかったんですけど、次の段はフロントループオンリー。イン、FLO って書いてあるので、手前の半目に網入れるという意味になります。あとは HDC、INC というのは初出だと思うのですが、これはハーフダブルクロッシェ、インクリーズの略なので、17網を2回網入れるという意味になります。それから SL、ST はスリップスティッチ引き抜き編みのことですね。なのでこの段は偽善半目を揃えながら指示通りに編んでいくことになります。そうするとこういうお化けのひらひらが出来上がって、バックループ、向こうの半目がこう残ってくる感じになるかなと思いますね。最後の引き抜き編みはカラー B でやりなさいという風に書いてあったので、茶色の糸にここで変えたいと思います。半目なので、ここですね。はい。で、次の段は前の段で残したバックループ向こう半目に編んでいくらしいです。まずは指示通り細編みを編んでいきます。茶色細すぎたかな。前の段のバックループ、ここですね。難しいですが、こんな感じで向こうの半目に細編みを編んでいきたいと思います。最後はまたバブルステッチ、玉編みですね。今度は4ループって書いてあるので3回長編
足ができました。これを縫い付けていきます。あとは目を刺して鼻に刺繍をして完成になります。できました。だいたいこれが英語のパターンで編みぐるみを編む流れになります。パターンによっては今回出なかったところとかもあるんですけど、その時はインターネットで調べるか先生愛に聞いてみると教えてくれますよ。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。